我们要去吃好吃的和牛烧肉，并且和饲养萨摩牛的畜牧達人上村一郎先生一起聊聊，要養出这么好吃的萨摩牛到底有什么秘诀？餌もかけてるわけです。それをやっぱりマスターしていかないと、やっぱり日本の職人の人たちが作るような牛っていうのはまだなかなかできないと思います。直卖所比较不一样这边有卖便当对，我们现在请到的是直卖所的店长还要去上。这边卖的最好的东西是什么？超好吃的，为什么台湾没有卖这种东西啊？上一集我们吃了涮涮锅，现在是时候体验一下萨摩牛最受欢迎的吃法——烧肉。这家餐厅叫做 Meat Bank， 就是肉的银行。除了我们现在要吃的高级烧肉店外，它有韩式内脏料理、烧鸟居酒屋、中式料理、关东煮居酒屋和黑胶唱片酒吧，感觉我可以每天来都不会腻，根本是一栋满足我所有愿望的糖果屋。我们今天很感谢李金友商让我们来接受我们的采访。那我们知道那个畜产是一个非常辛苦的工作，那你是从事这个工作多少年？然后当初是怎么会开始这个工作的？まずはやっぱり自分が動物が好きであるということですね。それとやっぱり畜産の将来の見通しというところで、ただ飽きない、牛の飽きないということも将来的に見たときにいろんな方向で伸ばせるのかなというところで、畜産に魅力を感じて進んだということですね。其实一郎先生是家中3兄弟的长男，他的父亲在小时候跟他们说，大哥要继承家业，成为鹿儿岛第一的和牛牧场，老二要做肉品的批发贩售，老三要做餐饮零售，卖哥哥们的牛肉。如今这段话从期望成为了现实。鹿儿岛是一个非常有一个优美的环境，然后有很多的山，然后有很棒的水。那你觉得这个自然环境对鹿儿岛养牛来说，是不是有什么不一样的地方？会有什么特别的好处吗？鹿児島自体がですね、やっぱりこの温暖である、日本の地域の中で南の方になって温暖であるということ、それでやっぱり牛を飼うのには適してな場所ではないかなというところです。それと水がきれいな豊富である。やっぱり水というのはすごく大事なんです。那我们知道鹿儿岛像台湾鹿儿岛也蛮热的，像台湾蛮炎热的。那你是怎么样去控制这个温度？怎么样去让这个环境可以很适合这种属于温带饲养的动物，可以在鹿儿岛这样炎热的环境也可以长得这么好，然后养出这么好吃的和牛？暑い時、この時には28度以上になった時にはやはり、牛が熱なる。そういった時に扇風機、大型の扇風機かけてやったりとか、だからそれでもまた暑い時には細霧、霧の細霧を定期的にさーっと出して室内を冷やしてくれるという装置をつけています。それをもう24時間つけとって、で牛にストレスを与えないように快適な環境を作っているという関係ですね。でまだ冬場になればやっぱり寒さには強いというても、だからそこの2、3度とか4度5度ぐらいは、牛としては快適な体温かもしれんけども、ただそれに風が伴ってきた時にこれがやっぱり体感温度でぐっと冷え込むんです。そういう時にはやっぱり壁をしてくれて、で、ネットを張るとか、そしてその風をまず和らげてやる。だけど締めすぎたら今度は室内にアンモニアガスがたまるから、そうしては病気を起こすんです。だから強い風が来るのは止めるけども、牛舎の中の風通しは良くしてくれないといけない。因为台湾是没有防风的问题，台湾只有怕它热，从来就没有怕它冷。在饲养萨摩牛鹿儿岛的在养牛的过程中，你觉得你会怎么样去选择饲料？然后饲料会有跟其他的有什么不一样？然后或者是你比较重视的饲料的比例配方会是什么？那这样子会对你的肉质会有什么样的影响？本来牛に餌をいっぱいやって、そして美味しいものを食べさせて大きくさせていうのが基本ですね。
その中でやっぱこのあとは技術的なものでその脂肪考察を入れたりとか甘みを出すとかというのはあと技術がついている。卡米奇谷合作的农家会使用酒糟、日本米、大豆粕等农业副产物，配合谷物、牧草和乳酸菌发酵，做成高营养 TMR 饲料来喂养和牛，让和牛的风味更加甜美。8ヶ月例ぐらいからスタートするんですよ。でそれから20ヶ月までの間に一旦スタートラインからそこまで一旦ボーンとなんていうかな、若い時にビタミン栄養カロリーとかビタミンとかそのミネラル分とかそういうのを最初で入れとって、でそれから生後20ヶ月ぐらいのところをある程度ピークのところで持っていく、それから落ち始めていくんです。だからそういうコントロールでビタミンとかミネラル分が抜けてきた時にいろんな症状が出るんですけど、それのところでまたこの20ヶ月から早い人は26、7ヶ月で出荷します。長い人はある程度長い人は28から30ヶ月のところで出荷に向けていくんです。日本全国の中の大体中心的な牛飼いのパターンですね。その中でその各農家さんのやり方でその中でその BM 数を上げたり下げたりっていうところをされているんですね。で牛の飼い方はスタートから最後のところまで行った中でこういう飼い方でいけるんだなというところをまず身につけないといけない。その中で3段階4段階ありますから、そこのところでこの時にはこうこの時はこうっていう中で餌もちょっと変えていくんですね。前期中期後期仕上げっていうような感じで餌も変わってくるわけです。それをやっぱりマスターしていかないとやっぱり日本の職人の人たちが作るような牛っていうのはまだなかなかできないと思います。その中でそれができた後に今度は実際自分で食べてみて、その中でその自分の各自農家さんそれぞれのやっぱり自負というのがあるから、やっぱりそこのところはやっぱり自分のところの牛はこうだというのにそれに対して今度は自分で食べてみてもうちょっとこうもうちょっとこうってなった時に何かをアレンジしてそれで味を変えていくとプロセスそれが必要じゃないのかなと思ってます。そうですね、やっぱりここになって輸入物の餌代が非常に高くなってきて、やっぱり牛に与える餌のコスト面というのはやっぱり非常に高くなってますね。所以是真的会帮牛只按摩，是用什么方式？用手吗？マッサージというよりも牛の汚れをとかほこりかぶったからこれをこうしてやるとかというのは非常にいいことなんだけど、頭数が数が多くなればなかなかそれも届かない。本来のは昔の牛飼いの人たちは一頭一頭全部こう串を通しておったのが昔の牛飼いの人です。だけどそれが今頭数が多くなったらはちょっとそれができないからということで、それはやりたいけども本当はちょっとできないと。ただその冬場になったらシラミが出ますから、そういう時なんかシラミ対策で殺虫剤を使ってシラミが出ないようにするとか。だから夏場は今度はハエが出るからハエでやっぱりこう牛が神経質になるから、それはやっぱりこうまたハエに駆除をしながら牛がそのストレスを持たないような感じ。それでアンモニアガスが出ないように快適な部屋にするということを心がけてますね。如果在你自己的农场养的日本和牛的话，你觉得品種协同这个事情是不是一个非常非常重要的关键？大きいですね。我々はもう黒毛和種、血統的なものもやはり遺伝能力というのがあるから、その中でやっぱりこの上物のできる系統で、重量だけでできる系統とか、重量と肉質と取れる系統とか、それぞれ系統があるんです。購入する人たちはそれを見ながらこの牛だったらうちに合う、
この牛だったらうちに合わないとかいうのを選別して競り市場の中で買ってくるわけです。自分のところの農場に合った牛をそこで選別して買っていく購入するという形をとっています。在育种方面，卡米奇采用自家的优秀种牛，来确保能培养出高品质的肉牛。这需要多年持续不断的努力，非常不容易。养了这么多牛，你还会想要吃？你还是会喜欢吃自己的牛肉吗？我们不要太官方的讲法。我々が食べるというのは、牛をどんな味がするのだろうというその興味の中で食べてますね。そして家族で食べるときにはやっぱり美味しい肉を家族で食べると。で自分の養ったのをその食べるというのも他の肉もやっぱ同じように食べます。だけどやっぱり食べるときには自分のところの肉と他のところの肉と比べたときにどうなんだろうというもし食べるときはですね食べ比べるというのはやっぱり常に心がけての食べ方をしてますね。やはりまずは自分の目を肥やすことと自分の目を養う、そのことで牛の病気を早く病気を発見することです。そうすれば事故を防げるというところですね。それをまずしないといけないと思います。お肉のこの味を確認するのは塩コショウかけとってそれに塩をパッとかけて食べる。そしたら本当に肉の味が出る分かるんです。会不会还是会吃美牛或是其他国家的牛肉呢？进口牛他会吃吗？今こっちの方でいきなりステーキってありますね。いきなりステーキ。ああいうのがもう食べに行ったりします。でやっぱり美味しいなと思います。だけどやっぱりあれは日本の肉とは違ってやっぱりあれは赤身の良さがあるかなと思ってます。だから日本のやつは脂が乗ってるからですね。それをこれから日本の和牛というのは皆さんすごく技術が進んで脂肪酵素 BMS が高いのは本当みんな作れるんですよ。なんだけど食べた時に脂っこいもっとくるそういう肉が多いからやっぱりこれをなくしてやっぱりたくさん食べて美味しかったという肉にやっぱり変えていかないといけないかなというのをすごく自分自身思ってます。だからそういう牛の作り方というのを今後もずっとやっぱり研究していって。所以他通常喜欢的熟度是什么样的熟度？もうレアかな。レアでさっと。他自己喜欢的现在喜欢的休闲活动是什么？趣味があまりなくてですね。気がついたら牛小屋に行ってるというか。每次就看着牛长大就很开心，是不是？还是觉得那个赚钱的是钱进来的感觉吗？还是看到牛长大很开心？其实就是很喜欢养牛。離島の方に繁殖予託をしてるんですよ。同じ牛を買い付けに行ってる仲間がいるんですよね。皆さんで競り市に行って買ってくるんだけど、もう他の人たちはみんな競りに行って時間があったら観光してるんですよ。自分は競りが終わったら農家さんをずっと待ってる。兴趣就是看到牛嘛。だからやっぱりこの車借りて農家さんもあります。だけど他の人じゃ観光地しか知らないけど、自分は農家さんもあるから島の隅々まで全部知ってるんです。因为像我的兴趣就是吃东西啦，所以才会去做厨师。对，然后做厨师的时候，我的休闲也完全都是在吃东西，就算我平常都在做菜，我也在吃东西。对。一人で食べに行くというよりも友達とこぞった時には美味しいものを食べに行こうというのはあります。一人で行くのはなんかこう感覚がちょっと寂しいというか。我喜欢一个人。一人好き。一人のカメラ。一人大好き。您对于养殖和牛这件事情啊，你觉得未来的发展你有什么样的期望，或者是会有什么样的计划吗？今上地区としては他の国にも
行って農場を展開していると、日本だけではなくしてやっぱりこう我々はローカル的な考えしかまだ持ってないんですけども、うちの弟なんかの場合はもう世界を見ての動きをしてるから、やっぱりそういった時にやっぱり共に一緒にやりましょうというような取り組みを今してると思うんですよね。お互い伸びるためにはいいことではないのかなというのは思ってますけどね。其实要烤肉给养牛达人吃，我心里是蛮紧张的，一直在想，如果烤坏了，他会不会生气啊？好，那我们现在来到吹上直卖所，这是他们肉品公司的另外一个直卖所。那我们现在进来一起看一下。直卖所比较不一样这边有卖便当哦，用你们自己的肉，就猪肉啊这些的，和牛的那个汉堡排，然后卖的东西也很多，这个比较丰富一点哦。那这边一样有卖这个，他们这边一样是有组合好的肉。就可以直接把这边的肉呢，直接拿去外面，就直接就可以做烧烤了。对，可以在这边买的肉，直接就去yakiniku，然后里面就是分切式，然后他们好像也可以客制化一些肉品这样子，所以就是他们工厂的肉直接就过来这边。昨天有吃到的牛肉呢，就是这种特选的萨摩牛的极系列，就很高级的肉，非常好吃。然后你看这个。还有卖这个牛油，他们把牛油做这样一颗一颗的，可以给你润锅用。我们在那个加工厂的时候看到那个油啊，就是做成这样子一块一块，然后给大家客人直接拿去润锅啊什么之类的。怎么有牛舌尖呢？牛舌尖。然后这个是我们在晚上的时候吃到那个超好吃的牛肝，超好吃的牛肝。然后各种的喉咙猛，就是各种的牛内脏。对，因为他们是一条龙系的，所以他们的品相其实非常非常的完整。他们有各种不同的牛肉，然后连内脏啊这些都很完整的，就可以一起陈列在直卖所，直接卖给客人。喜欢吃肉的人，我觉得是像天堂一样。超大一个，看起来都超好吃的。萨摩黑牛。对，我们现在请到的是直卖所的店长林さん，来帮我们介绍一下直卖所有什么特色。那这边卖的最好的东西是什么？一番売れてる商品はやっぱりこちらの焼肉セットですね。焼肉セット。はい。这边大概都是什么样的客人来这边？普段はやっぱり地元のお客様が多いですけれども、週末になるとやっぱりもう本当に遠くからいろんなお客様いらっしゃってきますね。所以家庭的客人比较多吗？そうですね。やっぱ週末はやっぱりファミリー層が多いですね。在这边直接烧肉的人多吗？やっぱ週末は多いですね。你觉得直卖所这边呢，对客人来说有什么样的特色？就譬如说跟一般的超市有什么不一样的？本当にお肉の品質が非常に高い。でこの高さにもかかわらず値段は非常に安いということで、就是价格跟品质都是比较好的，就是 CP 值比较高。对，果然是一条龙的，就是不一样。以萨摩牛来说的话，客人他有什么样的感觉？就是觉得萨摩牛吃起来跟其他的，譬如国产牛或者其他牛有什么不一样吗？そうですね。やっぱもう見た目からして本当に綺麗なお肉で、もう食べてもやっぱり本当に柔らかいし、味もすごく濃厚なので、非常に私にとってですね、やっぱり本当に高品質なので、もう本当にいろんなお客様に味わっていただきたい商品になってますね。那他自己最喜欢吃的牛的部位是什么地方？カルビが一番。カルビ。丸カルビですね。好 ，Thank you very much。ありがとうございました。ありがとうございます。我知道你们看我吃烧肉已经看腻了，那我要来吃这边才有的萨摩牛的 A5 和牛的这个便当。这个是那个汉巴格那个汉堡排，然后这边是有点像牛冻的上面那个牛五花炸牛肉饼。对，它不是 koroke， 不是那个可乐饼，它里面是炸牛肉饼。对，这样才556块，太便宜了吧。然后来吃吃看这个炸牛肉饼。都是牛肉，然后加洋葱，还有一些香料，所以吃起来很有味道，因为凉凉的也很好吃，超好吃的。
超好吃的。为什么台湾没有卖这种东西啊？然后我先吃汉堡排好了。它这是红酒酱。我觉得如果拿去加热会好吃一点，因为这个汉堡排脂肪比较多，不过是很好吃。牛肉的风味很足，然后搭配那个红酒酱也很不错。这样，好好吃哦！我觉得好幸福。那个黑毛和牛的牛冻怎么会这么好吃？然后那个风味一层一层的出来，我觉得很不错。然后搭配那个，它卤的也很，味道也很透，然后是甜甜的味道。超好吃的。这次的这个鹿儿岛的这个参访，我们先去第一个直卖所，然后去吃了 shabu shabu。我觉得这个萨摩牛的味道的确是蛮特别的一个味道。我觉得它的甜味啊，还有它整个肉质的口感，都比我以前吃过鹿儿岛牛还要好吃非常非常多。对，所以它独立出来做一个品牌，我觉得是一个非常正确的选择，因为可以让大家知道说，其实这个是不太一样的。超人光环直卖所，我们去了加工厂，牛是进去屠宰之后，怎么样去做冷却啊、分切啊，然后依照不同客户的规格，他们都很认真的去做不同的分切。像有些客户，像到台湾的客户的话，可能就喜欢整块大块的。如果是他们国内的这个消费族群的话，就是批发商，可能他们希望是比较小一点的分切方式，就分切更修轻一点。所以他们一个加工厂里面，他们可以依照客人的不同需求去做不同的分切跟修轻。之后晚上我们去访问了伊奇隆桑，他是和牛的这个饲养者，他跟我们讲了非常多有关和牛要怎么去饲养，其中他有提到就是鹿儿岛这边的好山好水这种环境，自然环境搭配这边的他们自己的 TMR 饲料，的确可以养出非常品质不错的牛肉。然后这个品质最好的牛肉呢，就会变成萨摩牛这个品牌。所以萨摩牛这个品牌，他们也说就是必须要是获奖的饲育者才可以去做这件事情的。然后这几天我吃了很多，对，我吃了很多萨摩牛，对，内脏它非常需要新鲜度，所以像他们这个可以一条龙的去从饲养啊、育种啊，然后使用这些配合饲养的农家的肉去做加工，然后自己再做批发贩售，然后再到零售这个部分，他们这个一条龙体系，其实我们吃他们的内脏就可以体现出来说，真的是非常用心的在制作。对，我觉得这件事情真的要成就一个很好吃的、这么高级的牛肉，它之所以卖这么贵的价格，的确是有它的原因的，而且我觉得理由非常的充分，就是它真的是一群人在燃烧他们的热情，在花非常多的心思。我知道大家看我吃东西已经觉得很饿，那现在有个抽奖活动，来资讯栏连结呢，你可以去抽奖，然后依照他们的抽奖规则，然后你就有机会可以到鹿儿岛吃萨摩牛。如果你没有抽到去鹿儿岛吃萨摩牛，你也可以抽奖。如果抽中的话，你可以在家里面自己烤，对，也非常的不错。那或者是你没有抽到也没有关系，对，台湾有很多的餐厅都有供应萨摩牛这个非常高级的牛肉，大家就自己来去资讯栏连结啦。如果你喜欢我的影片的话呢，记得按订阅、分享、按在抖内，然后加我们的赖社群，里面有非常多有趣的人，我跟你分享好吃的牛肉在哪里。加我们频道会员会把一些这里不能讲的事情，我们另外放。可以吗？不行，他脸臭，不行。好啦，不会啦。那我们今天就到这里，我们下次再见，拜。我要去吃牛肉了，爽。